じゃあいよ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 例のみんな大好きなコーナーによし行ってみましょう。はいおはい、こちらですね。これがこれですね。ダイソーさんの次のコーナーですね。いやーでも本当昔はね、はい、こういういわゆる100円ショップでこういうものが買えるなんて思ってもなかったですよ。今すごいどんどん充実していっていますよね。充実してますね本当またクオリティもすごい高い商品ばっかりなので、釣りマニアの松くんから見てもいい商品が結構出てきてると。この値段で買えるって言ったら、ね、いいですね。私の場合はその船で行くことが多いので、船釣りでよく使えるものとしてはプロでも使ってるものがあるんですか。はい、まずはこのメタルジグですね。あ、この辺はもう散々釣りをやってきた野津くんでも初心者だけじゃなく、野津くんでもこういうのは使えちゃいますね。ただ選ぶ時の注意点としてはね、グラム数がこう書いてある。はい、グラム数書いてます。やはり今の松山沖って結構潮流が激しかったりするので、ね、こうやってる今これ60グラム。なので、これがまあギリギリぐらいかな、重さ的に。これより軽いものだと、例えば40グラムとかあるんですけど、これらは、どちらかというと昭和って丘から、遠投して使うような釣りに、適している状態ですね。じゃあこれとかはまだこう100グラムって書いてますけど、これはもう全然使えますね、船で。これプラスまあその針とかこれはねつけなきゃいけないという状態。やっぱ重くなってくるとでそのフックなんかも多分いろんなものが後ろにつけるトリプルフックだったりとか、こういうアシストフックですね。これがさっきのこれにつけて頭の方にこのアシストフックをつけて、これ100円でこれ200円で300円でそろと。今まであんまりこうダイソーでここまで売ってなかった頃はこういうのを釣り具屋さんだといくらやっぱ 1.5 倍ぐらいはする。いやいやもっともっとしますね。はい、だいたい今の 100g で言ったらね、どうだろうな、安いやつでも1200円とか。これ本当ですか。そうです。まあその分ね、そのカラーのバリエーションがいっぱいあったりとか、あと形がねいろんな種類があったりはするんですけど、よりマニアの要求を答えられるような専門家の品揃えになってるけど、釣り具屋さんだけど、ここに揃ってるのはね、実は一番王道なものばかり揃ってるので、周りに道しないで一番最短距離で正解に近づけるかなというものばかりですね。特にじゃあ初心者で初めてやってみるんだけどみたいな、ちょっと試してみたいんだけどっていう人にはもってこいですよね、やっぱりね、これはね。すごい。先生ちょっと質問が、野津くんの船といえば平場ですけれども、ここにもこうちらっとこう見えますけども、こういう平場はどうなんですか。これも全然いいと思います。ただやっぱりさっきのねこちらのジグとも一緒ですけど、ウエイトがちょっとやっぱ軽いんですよね。で確かねこれ今30グラムですけど、もうちょっと重かったやつもあったはずなので、こちらの30グラムとなると、これからもっと水温が上がった夏、真下の釣りじゃなくてキャストって言って投げて釣る釣りなんかでよく使われたり、あと面白いところで言うとこれを使って、春先とか、年末年始とかもそうかな、ロックフィッシュって言ってマゴチとか、ヒラメとかを、おかっぱりから狙う。例えばちょっと実物があるんでこれをつけて、陸からこう釣り方はひたすら巻くんですか。思いっきり投げてポチョンと海底まで落ちていきます。こういう状態で落ちますね。落ちたらただ巻き始めるんだけど、スーッと巻いてたら立ち上がって、だいたい10回ぐらいバーって巻いてあげて、そこで一回止めます。止めるとスーッと落ちていきます。でまた海底までつく。
でまた回転までついたらまた上げて、はいはいはい、この下を上げて下げて上げて下げて、でおかっぱりだと自分の足元に近づいてくればくるほど浅くなりますよね。なので投げた瞬間は落とすのに時間かかる。で次上げた時には落ちる先は浅くなってるから早く落ちる。この繰り返しをトントントンとやっていくとトンと落ちてこう上がっていくときにガツガツガツって食ってくるんで、まあ、あとはねこれから、時期によって、まあ、春イカこれから場所によったらね、大きなイカが釣れてくるんですけど、そういう時に使うのがこういうイカのエギですね。はい、このちっちゃいやつはどちらかといえばおかっぱり用ですね。とか船からでも、秋ですね、9月とか10月ぐらいにこの 2.5 号っていうサイズでアオリイカの新子って言って、まあ、200g、300g ぐらいのやつをこういうのでよく釣れますね。これ100円ですか？これ100円ですね。なんか安いですよね。安いです。これが釣り具屋さん行くと、1000円ぐらいします。いやいやびっくりして、もう簡単、よくなんかねエギングとかのこうなんかよくやってるじゃないですか。気軽にじゃあまずは。まあね、好きになってこだわってきたら釣り具屋さんでこだわりのねものを買って、でも最初はこういうのがいいですよね。いいです。そしてこれからね、梅雨以降、大人気の釣りとしてはマダコ。タコのこれで、はい、こっちはイカのエギでただのエギですけど、タコエギってこれはねもうここ数年ダイソーさんの中で大ヒット商品。これがはい今はシーズンオフですから、まだこうやってある店舗がありますけど、タコのシーズンになっていざ欲しいとなっても、もう多分在庫が毎年なくなる商品。じゃあね、野津くんの船でもねやっぱ、タコ釣りしたいって人もね多いでしょうけど、結構これ使ってる人も。そうです。ただやっぱり競争率激しいんでなかなか手に入れることが人気商品、大人気商品。ただやっぱりこう見かけたら私はもう大概いつも買うんですよ。このタコエギもね、これは今度200円商品ではあるんだけど、こう振ったら音がするという。本当だ。これラトルっていうね、音で、懐中で音を出して、タコに興味を示させて、さらにこのフックの後ろにこのキラキラしたもの、これブレード、ブレードも標準でついてます。すごいな。はい。なのでこのクオリティを通常のタコエギでいろんなメーカーさんありますけど、やっぱそれも楽勝で1000円超えてるんですけど、これダイソーさんの中では恐るべきですね。ですけど、全然クオリティからしたら安いし、実際に釣れてます。この松山沖で。松山沖でもこれはめちゃくちゃ有効だと。タコっていつぐらいから釣り始めるもんなんですか？タコはね、大体6月梅雨ぐらいから8月いっぱい9月ぐらいまでなんですけど、今あるうちに買った方がいい。今どこかで見かけたら絶対これを。これサイズがこれ 3.5 号ですけど、もう一つちっちゃな3号の、あとカラーがこのイエローとピンクと2種類あるので、私はよくこのイエローともう一個のピンク、これはちょっと違いますけど、タコエギセットで2個1にして使ってます。2個1にしてこれ2つなんかこれのタコ用のやつ。タコ用。このピンクのこのタコエギのピンク。そう。2個1にしてアピールをさらに増やして使ってます。この3号ってやつが 3.5 号。3.5 号っていうのがあるので、で私がねよく使ってるのがこうやって店舗、ここが家から近いのでよく時間があったら寄るんですけど、それ以外でもこういうダイソーさんのアプリ、筋金入りのダイソーファンみたいですね。これねアプリを使うと、このキーワード検索っていうので、ここに例えばこのタコエギって入れてもらうと、これ私はもう1店舗よくね、富士の夏目店さんもよく使うんで、お気に入り店舗してるんですけど、タコエギって入れて検索したらどこの店舗にその 3.5 号とか3号とかで色が何色があるとかっていうのが検索できるので、行かれる前にまずはこのアプリで検索されていくと無駄足にならなくて
いいと思いますんで。すごい、ダイソーさんの回し物みたいな。いや、決して回し物じゃないんですけど、もう相当活用してますね。はい、活用してますんで。すごい。はい。じゃあ、釣りマニアも、はい。ダイソーアプリは入れとけと。入れとった方がいいです。特にこの競争率の激しい商品なんかは、ちょっと暇があった時に検索してあれば、買っとくべしと、買うべしと。どうしてもね、タコの釣りは仕掛けをよくなくします。根がかりが多い釣りなので、はい。なので、こういういい商品が、じゃあなおさらね、やっぱ安くてよくなくなるものなら安いものに、安く越したことないですよね。越したことないですから。はい。で、さっきニコイチにするって言ってたやり方としては、その通常のタコエギ、高いやつ、1本と1本をダイソーする。これも効果的。なので、もちろんこれ1本だけでも釣れますけど、できるだけアピールさせようと思ったら2個とか。つけて、まあ、日本全国的にね、エリアによったら、このエギの個数とか、使用個数とかも制限がかかってる地域もあるので、使われる海域のルールに従って使ってもらいたいんですけど、はい、松山家は十分これで使います。はい、今紹介した商品が、まあ、特に私の船で使ってる、商品になります。逆に今日みたいに風が強くて船に出れないよとか、丘からよく使う商品としてはこの横にあるすごく手軽に使えるもの、ブラクリ穴釣り用の商品ですね。これはもう重りと針が一体化してる商品なんですけど、もうリールから来た糸をここに結ぶだけ。で、テトラポットの隙間とかに入れて、主に根魚、カサゴとかを狙う商品ですね。まあ、前回はこれに針にイカをつけて狙ってみましたけど、イカの他にこちらにあるようなワームですね。こういうのをつけて狙うのも、手軽にできますよ。ブラクリにまさになんか今カサゴをちょっと穴釣りしたいなと思う、逆におすすめセットでこれにどれをつけましょう。一番手軽なのはブラクリにこちらのティンテールワームかな、これが準備が楽で、ただ超過を確率上げようと思うと、常温保存できる生餌、これイカです。本当イカだ。こんな感じで、これも必須です。ただこれって一回開けちゃうとこの汁が出ちゃうので、さっき紹介した餌入れるパックに入れてやると余ったやつはそのまままた置いとけるし。それいいですね。そうなんですよ。こういうのを、これ常温保存もできるから、ジュンスのキャンピングカーにセットしてたら、いつでもできますよと。なのでこのブラックリに使うのはこれが一番ベストだと思います。このちょっと穴釣りをしたいって言ったらこれがいいという形ですね。集魚剤配合済みですからね。匂いも。アサリもイカの方が穴釣りの場合はいいと思います。アサリはね、どっちかというとカワハギ狙いですね。こういう胴付きのこういうのにつけると。このブラックリを使うときに、結ぶ先に使うスナップなんかもダイソーさん用意されとって、これ12個入って100円ですからね。やっぱめっちゃ安いですか？安いです。これを糸からリールから来た糸を結んでおけば、この先で仕掛けを変えれるんですね。重さ変えたりとか、こういうブラクリやってたのもこういう仕掛けに変えたりするときにもこの先にただつけるだけでできちゃうので、そういう時の大事なスナップになります。でスナップもこのワンタッチ式のやつとサルカン付き。でこれは釣りの用途によって分けるんですけど、こちらはスナップ付きサルカンって言ってここに仕掛けをくっつけるんだけど、その上にこのちょっと樽がついてます。これがくるくる回ってくれるので、だから仕掛けが絡みにくい。こういう主に
長い仕掛けとか使うときはこっち。で、こういう短いやつでそんなにね、絡む要素がないときは、強度的にはこっちの方が強いので、そういうことなんですね。はい。っていうのを、使い分けしますね。でね、こういう細かいものっていうのは、やっぱ、保管するのも大変なんだけど、その時に便利なのがこちら。これって6マスついてて、3個3個、裏表で、パカッと開くんですけど、こういう感じで小物系を収納できる。しかも、このサイズって普通にポケット入るんですよ。だから、持ち運びも便利。なので僕はこれをね、2つとか3つとか持ってて、釣り場に行くとき、船じゃなくて、足場の悪いとことか行くときはもうポケットに入れとく。はい。そういう、それ専門家にそういうの聞きながら選ぶと、やっぱ、どんどんやっぱやりやすくなります。やりやすくなります。はい。だってこれこのまま持っててもいいんだけど、いざ釣り場に着いた時にここから出してやると落とすかもしれないし、これ切ったゴミどうするのとかがあるけど、これにまとめておけば、これブラックリも入ります。で、さっきのこのスナップも入ります。なのでここ一つで必要なものが全部完結してくれる。ね、穴ずいでテトラポットとか行くのはやっぱあんま持ちたくないですね。持ちたくないですから。はい。そういう時に便利ですね。で、これって傾斜がついてて、奥が深くて手前が浅くなってるから、ここにスナップとか溜まってるやつが使う分だけキュッと。意外と使い勝手もいいです。僕、よく堤防で時間ある時にジグサビキって使って、これに先になんかちっちゃななんかね、つけてやったりするんですけど、この辺りでもやっぱこういうので結構釣れたりします。あんまりかな。これがいいところというのは、ある程度餌となるイワシとか、アジの赤ちゃん前後とか、っていうのが湧いてる状態のところに、このジグを落としてメインはこっちで狙うんだけど、その上にこのサビキをつけて、欲張り仕掛けみたいなので狙おうよっていうのがこの仕掛けなんですけど、あわよくば何か引っかかってほしいみたいな、釣れてほしいみたいな、そういうことですね。なのでいい時もあるんだけど、どちらかというとトラブルになることの方が多い。これだけ針が余分についちゃうから、この上に。で本来こっちがメインで、こいつをうまく動かしたいけど、これがあることによってこっちの動きが悪くなったり、逆に根がかりがしやすかったりするので、僕は正直あんまりこれは使わないんだけど、使う時としてはさっきの要件としては、餌となるイワシとか結構湧いてる時に、これにかけて、そのかかったアジを餌にさらに大きなを狙うとっていうようなイメージの仕掛けですね。で逆にこの辺りでアジ、イワシ、サバをメインで狙うのはこっちの方がいいと思います。もう普通のこのサビキの、これにこちらのカゴ、サビキカゴをつけて、これ面白いので上をつまむと開くんですね。で例えばこれも常温保存できるやつ、ここにこう入れて開けてパッと掴んでやれば手が汚れない。でこれをつけてやると、それいいな。だから僕サビキが汚れるから嫌だなと思ってたんですけど、汚れないし、多分これ匂いもそんなに出ないんだけど、こういう感じのものがいいと思いますね。一番お手軽なアームと竿とリールがセットなんで、なんとセットで1000円。非常に安いですね。しかもさっきのナイロンがもう巻かれてね、子供が初めてしたりするんで、もうこれで全然ね、ちょい投げ、アジ、イワシ、ちょい投げ、サビ削りなんかで、しかも親切にね、あとどんなものがいるよっていうのも、これには含まれてないけどこんなのあった方がいいよっていうのも全部書かれてますから。